お前かーイエーイはい。というわけで、今週誰かの専用武装来るだろうなとは思ってたんですが、まさかのルシウスの専用武装の情報が出てまいりました。その気になる内容、性能、どんな活躍するか見ていきましょう。ルシウスが専用武装を手に入れるのはシーズン4の1週目の木曜日です。毎シーズン一番最初の武装は必ず戦車英雄だったので、シーズン4はウィリアムズが来るとずっと戦車使いの私としては期待していたんですが、まさかのルシウススタートであります。では早速専用武装の見た目の方を確認していきましょう。これが解放直後レベル1のルシウスです。基本的な機体の形はそこまで大きく変化はないですね。ちょっと色が濃くなった感じですかね。星のマークがついてますけど、こんなのついてましたっけ？はい、これが専用武装レベル1です。続いてレベル10。結構変わりましたね。武骨な感じでかっこいいです。いいですね。レベル10になると、ちょっとこう銀色のね、メタリックなところも多くなって、かなり強そうな感じになってきました。そしてレベル20が、だいぶ変わりましたね。あらららら。レベル10との比較がすごくないですか？レベル10がこれで、20がこれ。なんですかね、航空機の人たちはみんなこう、イルカみたいな、なんかそういう流線形の形にどんどん行くんでしょうかね。でっか！このなんかプロペラみたいなやつも大きいし、大きくなりましたね。これはかっこいいです。さあ、ここまででもかっこいいですが、レベル30になると、いいっすね。もはやこのプロペラ式じゃなくなってるんじゃないですか、この推進力か何か取るところが。ね、レベル20までは、くる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 回るやつ使ってましたけど、これはかなり近未来的になるし変形するし。これはルシウスなかなかいい感じの評価をもらったんじゃないでしょうか。見た目はね、最高ですね。航空機英雄は、全般かっこいいですね。特に武装20以降。いいな。見た目バフ、いいな。気になるスキルのパワーアップを確認していきます。まずは武装レベル1で手に入る通常攻撃の強化、トリプルライトニング2です。ランダムな前衛一体を攻撃し、物理ダメージを与える。これはいつも通りです。2回攻撃するごとに自身の体力の 3% を盾として自分チームの最も体力が少ない英雄に付与するといった効果が追加されています。ルシウスは1秒に1回攻撃をするので、2回、つまり2秒に1度体力が少ない味方にシールドを貼れるというスキルですね。展開されるシールド、体力の 3% ということで、少しイメージしづらいかもしれませんが、これ結構強いと思います。シーズン3で UR 化したスカーレットをお使いの方はわかると思うんですけど、彼女はバトルスキルで9秒に1度、自身の体力の 6% のシールドを味方に付与します。この 6% のシールドでも結構強いんですよ。なので、2秒に1度、体力の 3% のシールドを貼れるルシウスはおそらく強いと思います。武装レベル10で解放されるのがバトルスキルの強化、騎士道2です。味方全体のエネルギーダメージを減少させるというのは今まで通り。これに加えて、さらにルシウスの最大体力の 3% に相当するシールドを付与すると、ここでもさらにシールドを展開してくるわけです。ただでさえエネルギー防御とカーリーのデバフでダメージを通しにくい航空機にせっかく与えたダメージをまたシールドでなかったことにしようというのが今回のルシウスの一番やばいところです。これ差がありすぎる相手と戦うともう本当にシールド分も削れなくて1ダメージも与えられないとか本当に起こりそうですね。
レベル20はいつも通り航空経由の強化が入ります。武装レベル30になるとさらにスキルに強化が入ります。バトルスキル強化、シールドカウンターアタックということで、パッシブの強化なんですけど、バトルスキル強化ということで、どっちかわかりにくいですね。ルシウスが付与したシールドが破壊されると、シールドを付与された対象の通常攻撃速度が5秒間 6% 増加するという効果になっています。まさかの味方の攻撃を強化するスキルが入りましたね。イメージとしてはバトルスキルでルシウスが味方全体にシールドを展開して、相手の例えばフィオナなんかは全体攻撃なので、全体攻撃で破壊されましたと。で、破壊された後に攻撃速度がアップする。そんなスキルになっています。バトルスキル強化とあるので、バトルスキルのシールドがこの加速対象になるのはわかるんですけど、通常攻撃の2回撃ったら展開されるシールド、これでも加速するんですかね？説明にある5秒間に最大3スタック、これを実現するためには、通常攻撃で付与される盾の方も、加速対象にならないとここまでいかないので、多分、こっちの盾の方も効果対象なんじゃないかなとは思います。そうなると、通常攻撃で展開するシールドは回数が多いので、結構強い攻撃スキルだなっていう風に感じます。どんな感じで活躍できそうか予想してみましょう。まずはいつも通りの航空機部隊での活躍ですね。前カーリー・ルシウス、後ろにディーバ・モリソン、スカイラーの3体が並ぶ形です。この形も強いでしょうね。前にカーリー、右側にディーバ、後ろにルシウスを下げる形です。武装で強化がなされたとはいえ、ルシウス自体には自分を守る力というのがそこまで高くありません。なので後ろに下げることによってできるだけ長く仲間への強化、それからシールドを展開するという風なコンセプトです。ディーバの武装を育て上げられている人も多いと思うので、そういった方には非常におすすめの形になってます。それからできるかどうかちょっとわかんないとこあるんですけど、こんな形もありかなと思います。左前ディーバ、右前ルシウス、後ろにスカイラー、カーリー、アダムと並ぶ形です。後ろにカーリーを並べるのはちょっとって感じなので、ここはモリソンだったり、新しく UR 化が予定されているサラの可能性もあります。この形何がしたいかというと、通常攻撃が強いディーバにたくさん防御反撃をさせる。そして攻撃を2回撃つたびにシールドを展開するルシウスにたくさんシールドを貼ってもらうというのをコンセプトにしています。現状防御反撃の回数も攻撃1回っていう風に数えられるかどうかちょっと不明なところはあるんですけど、うまくはまればディーバがおそらくこの形だと一番削られていくので、そこにシールドを展開しつつ、シールドが破壊された時にディーバの攻撃速度を上げつつ、ディーバも反撃回数を稼ぎつつっていう風な、ちょっと編成難易度も高そうなんでなんともなとこはありますが、面白そうな舞台だなとは感じます。戦車に入れてもいいですね。前スカーレット・キンバリー、後ろにマーシャル・ルシウス・マーフィーを並べる形です。この形、現状でもしっかり戦えます。今でも強いのに武装をもらうことによってさらに強化されるとなると、戦場に増えそうですね。一方で戦車部隊の場合、この2人の立場が非常に厳しいなと感じています。今回武装が来るだろうと私は予測していたウィリアムズ、彼に武装来なかったので、武装来るまではどうしてもパワー不足感が否めません。多くの戦車部隊でウィリアムズを入れるより武装したルシウスを入れた方が強いっていう風になりそうです。そしてステッドマン、彼も厳しいですね。そもそもルシウスが苦手ですし、武装もしばらくないっていうのが分かっています。ロケランと戦う場合は彼らを頼った方がいいとは思うんですが、どうしても中堅以下のプレイヤーの場合、そんなに日頃ロケランといっぱい戦わないので、この2キャラクターに関してはちょっと厳しい時代が続きそうですね。ロケランに突っ込んでも強そうです。前にマクレガー、スウィフト、後ろにテスラ、アダム、ルシウスっていう風に並びます。テスラの武装と装備も強くなっている人に関しては、前にテスラ、スウィフト、後ろに防御計3体という形もありでしょう。
長く防御反撃をし続けたいというロケットランチャーにとって耐久力を上げるルシウスは非常に魅力的です。加えてエネルギー対策も持っているので、苦手な戦車に対してもちょっと戦いやすくなるんじゃないかなと思うのがこの形です。はい、というわけで今回はまさかのね、戦車を差し終えてやってきたルシウスの専用武装の情報でありました。この動画が良かったよ、役に立ったよというふうに思った方、ぜひいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ハロー、指揮官。一緒にジムに行かないか？お、ジムですか？いいよ。行こう。それはジムニーだね、それは。うん。それは著作権ギリギリのジブリだね。それはそれ確かにジムなんだけど、ジムだね。ジムにジムがいる感じだね。うん。それはもはやピグミーだね。ピグミーマーモセットだね。よく見つけてきたね、ピグミーマーモセットとか。